つるくんです。皆さんは2001年宇宙の旅という映画を見たことがあるでしょうか。もう50年以上前に公開された映画になるんですが、今だと Amazon プライム等のサブスクで配信されていますので、興味のある方はぜひ見ていただければと思います。映画の中では前編を通して多くの宇宙船が出てきます。以前に紹介したこともあるこちらのスペースシャトルの方ですね。それから月への着陸船のエアリーズ、そういったもののプラモデルを紹介してきました。今回はですね、このスペースシャトルが入っていく宇宙ステーションの方ですね。こちらの宇宙ステーションの方はこの地球の軌道上をこうぐるぐる回っている宇宙ステーションになるんですが、こちらの方のプラモデルが出ましたので紹介していきたいと思います。まずはこのビニールを剥がす前にですね、以前のプラモデルでも同様のサービスをしてもらってたんですが、発売元のプラットさんの方でマニュアルの大役表を作ってますんで、ビニールを剥がすときはこちらの方を捨てないようにですね、注意してください。では早速ビニールの方を剥がしたいと思います。箱の方なんですが、基本的にはこちらの絵の方ですね。これが、両サイドに書いてあって、でこちらの面にはこれはおそらく CG だと思うんですが、写真の方が載っています。箱の方の大きさ自体はそれほど大きくはないんですが、厚みの方があるような箱になってますね。ではオープンいたします。それではオープン。今回はマニュアルが一番上に載ってますね。マニュアルの方は英語表記なんですが、大役表の方を活用してですね、訳していっていただければと思います。結構部品が細かそうですね。この辺は CG ですかね。最後の方にはペインティングって書いてありますんで、塗装ガイドの方ですね、こちらの方が載っています。非常にシンプルですよね。本体がグレーで、この鉄骨部分がレストブラウンって書いてありますね。それほど多くの色を使うようなキットではないはずですね。マニュアルはこんな感じで、部品の方がすごいですね。相変わらずぎっしぎしに詰まってますね。これで大体の大きさが見当つくと思うんですけど、かなり大きいんだなっていうのが分かりますね。それからここら辺はこの輪っか部分の輪っかのサイドの部分ですね。こういったところのモードが別パーツで表現されています。これは中央の円筒部分ですね。それから一部本体の方ですね。ここら辺は同じパーツがすごいな。1234567 枚ぐらい入ってますね。この辺も本体の、円筒部分と本体をつなぐようなパイプ部分ですね。こういったもののパーツが入ってますね。あと非常に細い部品が入ってますね。どっか折れてないといいんですけどね。この辺は鉄骨がむき出しになってる部分のパーツですね。それから中央部分ですね。シャトルがここの入り口から入っていくような設定なんでしょうね。あと円筒部分ですね。台座のパーツも少し見えてるかな。こんなものが2枚入ってます。あとは台座の方ですね。ホワイトの成型色で意外とシンプルなんですが、これはやっぱり塗装が必要かなっ
っていう感じですね。これもそれなりの大きさがありますね。だいたいキットの内容はこんな感じになっています。では細かくキットの方を見ていきたいと思います。こちらリング部分の部品になります。モールドの方は結構細かいんですが、それほどシャープではないようですね。窓の方は、基本的には塞がってますんで、電飾をするためには窓の方の穴開けっていうのが必要になってくるかもしれません。こういった端部については別の部品で、外側内側と別の部品で、ちゃんとモールドを再現してますね。リング部分については、ちょっと画面に入らないぐらいの大きさがありますね。この幅については36センチぐらいなので、思ったよりも大きくないのかもしれませんね。実際手に取ってみるとそこそこ大きいんですけどね。こちら宇宙ステーションの中央部分の部品を少し組んでみました。これが前後をつなぐような軸の部分なんですが、ディティールを重視して4枚構成になっていまして、一部こういった穴がですね、合わせ目のところに来ちゃってたりはするんですが、なかなかよくできてる軸の部分だと思います。こちらの方が中央部分の正面入り口になっていて、この中にシャトルが入っていくような形ですね。でこれがそのシャトルが入っていく部分の、パーツになります。ちゃんと箱型になっていて、閉じてるんですが、この表面と格納庫部分の合いがですね、むちゃくちゃ悪いんですね。この筒の部分にこの表面が出てくるんですが、ここの合いはそんなに悪くありません。この正面の入り口、筒で少し絞りが入って、このさっきの軸の部分ですね、これがここにくっついてくるんですが、ここの合いが非常に悪いですね。この出っ張りがですね、少し R がついてて、ぴったりはまるというよりは少し浮いちゃってる状態ですね。だからここは何らかの処置をしないとうまくはまらないような状態ですね。少しそこら辺が残念といえば残念なところですね。こちらのキットはスナップフィットじゃなくて、接着剤を使って貼り合わせていくようなキットになってますんで、組む手間がですね、結構めんどくさいですね。特にこういった中央部分はですね、中身ガランドなんで、一個一個パーツをくっつけていくのがですね、結構大変そうです。実際にはこれの下側にもう一つリングの方があるんですが、今回は仮組みということで、この上面の方のパーツだけですね、組んでみました。この後細かい部品をいっぱいくっつけていく作業が出てくるんですが、そっちの方がかなり大変そうだなという感じでしたね。前にディスカバリー号を作った時も感じたんですが、やはり好きじゃないとなかなか最後まで組み立てられないのかなっていうキットではありますね。思い入れたっぷりの人はですね、ぜひ手に入れてですね、少しずつ組んでいってみてはいかがでしょうか。なかなか電飾まで含めるとかなり難易度の高いキットだと思いますので、そこら辺は注意した方がいいかもしれません。記念に1台っていうところですかね。個人的にはもう出してくれただけで、とても嬉しく感じています。それでは今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。